ダビデっていうのは古代イスラエル王国を築いた王様の名前ですね。ダビデの星、それはまさにイスラエルを象徴するもんですね。現在もイスラエルの国旗に描かれるダビデの星。1世紀頃のイスラエルの遺跡からも発見されているこの古のシンボルが天狗とゆかりの深い鞍馬寺に残されているのは一体なぜなのか。深まる謎を解く鍵は福岡県豊前市にあった。目の前に現れた険しい山こそがかつて天狗が住んでいたという久保手山。この久保手山のゆえんが書かれた古文書、そこには5世紀慶太天皇の時代に山に現れた魔物の話が書かれている。一体どんな魔物だったのか。我々は山の麓にある資料館を訪ねた。天狗についていろいろと。すると館長があるものを見せてくれるという。じゃあちょっとここでお待ちいただけますか。入れないんですね。はい。それは一般の人は立ち入ることのできない収蔵庫にひっそりと保管されていた。山に現れた魔物の正体とは。出てきたのは一枚の曼荼羅だった。岩屋坊っていう山伏の家に伝わってる天狗曼荼羅ですね。天狗曼荼羅。はい。天狗曼荼羅、ここに描かれたものこそ久保手山の魔物だという。その顔はまさに天狗、しかもまるで生身の人間を描き写したかのように描かれている。想像っていうんじゃなくて実際に、何がしかのモデルがあってああいう絵が描かれたんだと思いますけどもね。モデルがやっぱりあった。なんと天狗にはモデルがいた。そして曼荼羅の天狗はあのユダヤの面と瓜二つ。天狗、その正体はやはり古代イスラエル人なのか。さらに我々にもたらされた驚くべき情報が。天狗が頭にこうつけている黒い小さな箱がありますね。斗金というものですけども、実はユダヤにも同じようなものがあります。なんと天狗の斗金がユダヤにも存在する。それは本当なのか。我々は東日本唯一のユダヤ教団を訪ねた。すると、こんにちは。こんにちは。Nice to meet you. Nice to meet you. 迎えてくれたのは代表のヘンリー・ノア氏。早速天狗の像を見てもらった。 This little box. 興味を示したのはやはり斗金。 We have something similar. 似てる。やはり似たものがあるという。ここからは三井不動産とご覧のスポンサーの提供でお送りします。それを身につけた彼の姿を見て我々は目を疑った。そうじゃん、天狗じゃん。何これ。天狗の正体は古代イスラエル人だった。それを身につけた彼の姿を見て我々は目を疑った。それはユダヤ教徒の祈りの時の装束。その姿はまさに天狗。本当だ。何乗っけてんの。いやもうこの頭につけた小さな箱はヒラクリティといい、中に戒律が書かれた紙を入れる神聖なものだという。さらに彼はユダヤ人にとって最も大切だというヘブライ語で書かれた旧約聖書を見せてくれた。しかしその名前を聞いて我々は耳を疑った。 This Torah scroll. Torah scroll. なんとトーラーの巻物、あの虎の巻のことなのか。
ユダヤ教徒は修行を終えたその証にトーラーの巻物を読み与えられる。巻って動物の虎じゃないんだ。天狗の持つ虎の巻も修行の後に渡される特別なもの。牛若丸が鞍馬の天狗から授かったと言われるあれである。一体なぜやはり天狗は古代イスラエル人なのか。古代イスラエルには山を聖なるところとして捉えることがありました。彼らは山でお祈りをしたり、あるいは山に行って身を清めたりで、そういう、一種の修行のようなこと、あるいは礼拝行為をしていたろうと。そういう姿とか、あるいは顔形を見てですね、人々がだんだんとその天狗というイメージを膨らませていったんじゃないだろうか。かつて山岳信仰と最先端技術を持って渡来してきたと思われる古代イスラエル人。その姿や力を目にした日本の人々は彼らを山の神と崇めていったのだろう。政権の中枢のみならず民衆にも影響を与えていた古代イスラエル人。さらに我々はそのつながりを求め調査を続行する。これね見てやっぱりこの番組の面白さをね、大体全部調査続行中で終わるんですよ。でも毎回続行中がちゃんとこうよりすごい話になって出てくるとこがすごいね、これね。トラの巻ってあったんだ。トーラスクロール。これ一番ショックだった。そうですか。トーラーの巻ですか。あそこは語源だったんだ。さあ、そして VTR にも登場しました江戸時代に描かれたという天狗曼荼羅図をスタジオにお持ちいたしました。上には毘沙門天ですとか不動明王の下にですね7人の天狗が描かれているということ。はい。みんなつけてる。みんなつけてますよね。下にいるのが天狗、鼻が高い。人の顔みたいな感じでリアルですよね、割と。人の顔だよ完全に。しかもそう外国人の顔ですね。見たことなければ本当に天狗とか違うものと。そう俺人間って誇張することがあるじゃない。だから天狗のお面なんてわざと誇張してギューッと大きくね。これはもうね関連ありますよ。もうね多分もうそうですよ。否定しようがないよね。日本の歴史が覆る新説日本ミステリー。人間界の住人よ、我らがもとに参られよ。来ましたね。どうも。よくぞ参った人間界の住人どもよ。内藤、お主歴史に興味はあるか。まず歴史上の人物を演じることがあると、それでちょっとね、なんか興味を持つようになりました。松村、お主が阪神の大ファンなのは知っとるが、歴史はどうなんじゃ。タイガー戦と大河ドラマを書かせてもらってます。ですから割と日本史は大好きですね。はい。頼もしいやつよ。ではユキ、お主はどうだ。こうやっぱり勉強で習うのって本当教科書上のものだけなので、こう周りのねサイドストーリーっていうのはすごく気になるんですけど。そうか、期待できそうだな。ところで日本のルーツが古代イスラエルにあったということを3人とも知っておるな。ですね。イスラエル距離的にも遠いしね。関係なさそうですよね。日本とイスラエルがルーツは言い過ぎじゃないから。今の中でも知らず知らずにそのイスラエルから来た文化なんか使ってるかもしれないってことでしょ。イスラエルと日本がなんか似てたり。そういう証拠があればルーツと言えるけどね。追跡調査をした結果、さらなる驚くべき証拠を発見したのだ。日本のルーツは古代イスラエル天下の記載に隠された古の暗号。やっこよ、もういい加減諦めたらどうなんじゃ。今度こそお主に目に物を見せてくれるわ。これを見よう。これまで我々は日本と古代イスラエルの驚くべきつながりを調査してきた。この神輿も2本の棒で担ぎ金で覆われており、古代イスラエルのアークに極めて似ていた。
なぜ古代イスラエルの痕跡が日本に？実は紀元前722年イスラエルから忽然と姿を消した民がいた。それは古代イスラエルの失われた十氏族。彼らはシルクロードを東に移動。シルクロード沿いには彼らの末裔が暮らす集落が点在している。その十氏族が日本に来たというのか。十氏族の行方を追い、ついにイスラエルの調査機関アミシャブが来日。日本の調査を開始します。日本に来た彼らが真っ先に向かった場所、それは長野県諏訪大社だった。私はたくさんの十氏族が日本に来ていると信じています。古代イスラエルの十氏族が諏訪に来たというのか。我々は諏訪大社を徹底調査。するとあの御柱祭に驚くべき秘密があった。この祭りと似ていることが古代イスラエルでも行われていました。御柱祭から浮かび上がった謎、さらに鹿の頭75頭分神に捧げて、聖書の記述と一致する奇祭御頭祭とは。古代イスラエルの聖地が諏訪に。今その謎が解き明かされる。諏訪の地は聖書の記述が数多く残る聖書の地なんです。追跡調査。日本のルーツは古代イスラエル。天下の記載に隠された古の暗号。全国6500もの諏訪神社の本社諏訪大社。その起源は古く、日本で最も古い神社の一つと言われている。この由緒正しき日本の神社が古代イスラエルと関係があるというのか。今回我々の調査に協力してくれたのはミス諏訪夕姫の池田ひとみです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。諏訪大社は古代イスラエルとのつながりがたくさんあるんですよね。あれが十間楼ですね。まず訪れたのは十間楼という建物。この十間楼に古代イスラエルとどのようなつながりがあるのか。大きさだけではなくてこの形とか、それから方角ですよね、それからこの使い方、全部古代イスラエルの幕屋と同じです。幕屋とは古代イスラエルで使われていた礼拝所のこと。その大きさは横18メートル、縦5.4メートルとぴたりと十間楼と一致するのだ。さらに東側に入り口があって、西側に奥の本殿があるっていう形。十間楼は東が入り口、西が本殿という造り。実はこれも古代イスラエルの幕屋と全く同じ。西側におのおの神輿とアークが置かれる。そして祈りを捧げるという使い方まで一緒だったのだ。さらに長さの